皆さんこんばんは、サイラです。今回はテイルズ・オブ・アライズでリンウェルの近接攻撃である雷神の強さの紹介をしようと思います。このチャンネルは新作ゲームで攻略に役に立つ情報や難易度の高い謎解きなどを紹介するチャンネルです。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。前回の動画ではリンウェルの魔法を使う上でのアクセサリーの紹介をしましたが、実はリンウェル近接もいけるんです。むしろ近接がいけるって言った方がいいくらい近接がいけるんです。そんな今回はリンウェルで近接戦闘で使う雷神の強さについて紹介をします。使ったことがある人はわかると思うんですが、これは驚異の強さです。うまく使えれば魔法なんていらないっていうぐらいめちゃくちゃ強いです。ボスにはまると本当に瞬殺できたりします。アルフェンをあまり操作してこなかったので強さがいまいち分かっていないんですが、一通り闘技場クラスをクリアするぐらいは操作してます。その上でリンウェルの雷神は場合によっては全キャラの中で最強の威力を出すんじゃないかっていうぐらい強いです。こんなこと言うと近接やり込んでる人に怒られそうなんですけど、そのぐらい極端に強いです。では実際に戦闘シーンを確認してみてください。これから打つ戦闘の相手はこのゲームで一番強いって言われているボスです。どのくらいすごいのか確認してみてください。少し長くなっているので飛ばしたい方は早送りしながら見ていってください。驚異の威力ですよね。最強のはずのボスが一発で終わってる、そんな感じになってます。見てもらうとわかるんですが、属性攻撃力がカンストしています。この状態なので見ている方はさすがにどのキャラでも攻撃力がカンストしてたら簡単に倒せるでしょっていう感じだと思います。なので今度は一番弱い武器にして、この状態にしてどうなるのかっていうのを確認していきます。属性攻撃力が1509、こういう状態になっています。これで最強のボスがどのくらい簡単に倒せるのかっていうのを確認していきます。また長い動画になりますのでスキップしながら見ていただければと思います。
こんな感じです。強さ分かったでしょうか。攻撃力が1509といえば、クリアするあたりで十分届く攻撃力だと思います。レベル99にしなくても十分このぐらいいくと思います。その攻撃力で一番強いボスがこんなに簡単に倒せるっていう感じです。今回はアクセサリーを見ての通り光属性特化にしています。前回の動画では魔法をメインにしてたのでこういったものを作っていなかったんですが、今回は雷神ってことで光属性、消費 AG 半減とか特にいらないので、とにかく攻撃力アップ。反撃でもよかったんですが、光属性っていう形で選んで、こういう構成にしています。ただ、合計するとプラス60のはずなので、1.6 倍のダメージになるはずなんですが、そこまでダメージは伸びてないですね。ただ確実にダメージは伸びています。今度はこのアクセサリーがあるから強いんでしょっていう話だと思うので、このアクセサリーをなしにした状態でどれだけ強いのかっていうのをまた移していきます。こんな感じです。そもそもがスキルが強すぎて何もなくても十分強いっていう感じなんです。アクセサリーで補強するともちろんさらに強くなるっていう感じですね。基本的には弾幕、敵の攻撃がすごくなければ雷神で突っ込んでいって撃ちまくるだけで倒しちゃいます。硬直がすごい長いんで敵の攻撃を避けるっていうのは本当に苦手です。発動までも時間かかります。なので敵の攻撃は食らってしまうのは前提です。こんな感じでブーストアタックで敵をダウンさせた場合、皆さんラッシュかけると思うんですが、こういう時に雷神が光るんですね。この一瞬のラッシュをかけるとき、敵が大型のボスだったら間違いなく最強だと思います。あと戦い方としては、こちらに向かってくる敵に対して事前に雷神を出して食らいに来てもらうっていう方法もありますね。動きが素早い敵とか離れていって近づいて繰り返すと思うんですが、その場で出しておいて敵が勝手に中に入ってくれる。あとはボスがずっと追っかけてくるので、その場に出して入ってきてもらう。こういう使い方、昔的に言うと置き雷神っていう感じですかね。これも結構使えます。ただしセミオートとオートにしているとこの置き雷神っていうのは使えないので、やるんであればマニュアルの置き雷神っていう感じですね。魔法が強く遠距離から攻撃できるっていうのが本来の強みのはずのリンウェルなんですが、実は近距離も使えるっていう万能キャラでした。今回紹介した雷神、弱点がいくつかあります。いくつかすでにご説明している通りなんですが、1つ目の弱点は動き回る敵にとことん弱いです。雷神発動までの時間と攻撃範囲の関係で動き回る敵非常に当てづらいです。そういう敵は普通に術で当てていった方がいいです。誘導性高い術といえばスプレッドとエアスラスト、この辺りが誘導性すごく高くって撃てばほぼ当たるっていう感じになります。エアスラストは発動してから攻撃が当たるまで随分時間がかかるので、どちらかというとスプレッドの方が当てやすいですね。こういうもので動きが速い敵は対処した方がいいです。あえて動き回る敵に雷神を狙っていくっていうのは結構無謀です。次の弱点ですが、
軽量級ですぐひるむ敵っていうのが苦手です。雷神は自分を中心に円状に広がっている攻撃なんですが、軽い敵は1回食らうとジャンプしながらノックバックしていって後ろに下がっていくんですね。そうすると大抵1回しか攻撃が当たりません。よくて2回。雷神の強さというのは複数回連続ヒットするっていうのが強みで、一発一発が強いわけじゃないんです。なので1発か2発しか当たらないっていうのをどんどん当てるよりかはやっぱり術を使っていった方がいいっていう感じです。軽い敵が移動していってしまうので、1回雷神当てたらまた移動してまた雷神を使うっていうことになるので、全然効率が良くないです。それならやっぱり魔法を使った方がいいかなと思います。ということで強い雷神ではあるんですけれども、ボス級の中型以上の敵に対してでないとあまり効果がないと。中型以上の敵に対しては無類の強さを発揮するっていうとんでもない技です。ブーストアタックでダウンをさせた後、これは敵を選ばないので小型でも大型でもガンガン雷神打っちゃってください。人型のボスっていうので強敵いると思うんですが、ブーストアタックでダウンさせて雷神で一気に体力を削る、こういうのもよくやります。非常におすすめになってます。今回はこれで終わるんですが、この動画を見て皆さんもリンウェルの虜になったと思います。この動画の後でリンウェルを使ってみて雷神の強さ確認してみてください。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。